はい、こんにちはです。よろしくお願いします。今日はね、テーマがアルバイトです。アルバイト。僕が今までやってきたアルバイトについて話したいと思います。で、アルバイト。皆さんもね、日本に留学するとか、あるいは引っ越すってなったら、一回はね、アルバイトすると思うんですよね。で、どの仕事が自分に合ってるか、みたいなのって気になるじゃないですか。留学だったら、1年か2年ぐらいしか入れないですよね。大学だったら4年ですけど。そんな時に短いのに、自分に合ってないアルバイトして、I want to quit now, but I have no time ってなったら、it's hard to change your job でしょ。だから、先にね、どんなアルバイトか知った方がお得ですよね。なので、これは僕の体験談、エクスペリエンスになりますけど、僕が今までやってきた、アルバイトのいいところと悪いところ、いくつか紹介したいと思います。僕が初めてやったアルバイトが、居酒屋のアルバイトです。居酒屋。家からね、徒歩10分ぐらいかな。歩いて10分ぐらいの距離にあって、そこでもう、アルバイトスタッフ募集中って書いてあったので、ちょっとアルバイトさせてくださいって言ったら、OK ってなってね、すぐアルバイトできるようになりました。その時が僕が18歳か19歳ぐらいでしたね。で、いきなりね、これ覚えてきて、みたいな。Remember this! みたいなメニューを渡されて、a lot of menu! いっぱい居酒屋のメニューがあって、そのメニューを覚えないといけなくて、あとアルコールの種類もたくさんあってね。で、当時僕大学生だったので、勉強もあるじゃないですか。で時間なくて、で、電車とかでね、メニュー覚えてたんですけど、もう覚えられなくて、で、覚えられないけど、仕事に行かないといけないじゃないですか。で、行ったら、もう全然覚えてないのね。だからすごい怒られて、なんで覚えてないんだみたいな。でね、正直ね、2日で辞めちゃってね、すぐ辞めちゃったんですよ。全然よくね、アルバイトスタッフで、難しかったです、やっぱり。すいません、辞めさせてくださいって言って、もうすぐ辞めました。その次に始めたバイトが、カラオケ屋さんのバイトです。そこの時給は、950円で、前回よりも50円だけ高かったです。はい。で、夜6時ぐらいから夜10時ぐらいまで、1日4時間、週3日ぐらい働いてました。で、そこはね、前の居酒屋さんとは違って、すごい大きな建物で、スタッフもね、20人ぐらいいましたね。すごい多かったです。で、みんな若い人、みんな学生さんとか30代ぐらいの人が多くて、話しやすかったし、すごい働きやすかったです。なので、朝お昼は学校行ってるけど、夜仕事したい人にはカラオケはおすすめです。若い人の友達もたくさんできますから、これは本当におすすめです。けど、僕みたいにね、あんまりね、パーティーピーポーじゃない人。I'm not kind of party people. なので、I'm not party person なので、カラオケで働いてる人はね、ちょっとパーティータイプが多い気がします。仕事が終わったら一緒にクラブ行こうとか、一緒にお酒飲もうみたいなね。で、僕はね、ちょっと正直ね、学生でお酒もその時まだ飲んだことなかったし、そんなにね、夜遊びたいっていうタイプじゃなかったんで、ちょっとね、人のね、コミュニケーションがあんまりうまくいかなかったですね。はい。優しいんですよ。みんな優しくて、みんないい人だったんですけど、パーティータイプじゃないと、ちょっと難しかったです。だから僕にはそこは合ってなかったです。はい。もちろんね、場所にもよると思いますけど、そこは僕に合ってなくて、ここはね、3ヶ月ぐらいで辞めちゃったかな。すごい環境良かったんですけど、人の問題ってありますよね。人って大事ですよね。うまくいかなくて、3ヶ月で辞めちゃいました。けど、おすすめです、カラオケ。パーティータイプの人には特におすすめです。はい。その次に始めたのが、焼肉屋さんです。焼肉屋さん。バーベキューね。ここはね、最高でした。最高。何が最高かっていうと、毎回働くたびに焼肉がタダで食べれました。タダだよ。めちゃくちゃ美味しいし、もう最高でした。そこはね、チェーンじゃなくて、個人でやってるオリジナルの、インディビジュアルの、焼肉屋さんだったので、あんまりルールとかもなくて、すごい働きやすかったです。お客さんも正直そんなに来なくて楽ちんでした。はい。なんですけど、ここはね、6ヶ月したら、ドーン潰れちゃいました。バンクラプト。ね。これはね、なんで学生さんの、本当に気をつけてください。留学生の方とか気をつけてほしいです。
チェーンレストランで働くと、まあまあ、潰れないと思います。なので、仕事に困ることはないと思うんですけど、これインディビジュアルの時とかね、今コロナでしょ？急にボーンってなくなって、仕事もなくなっちゃう可能性があるので、そこは気をつけた方がいいと思います。なんですけど、働きやすいし、ご飯、無料みたいなところも結構多いので、おすすめです。その次にやったのが、コンビニのアルバイトです。コンビニ。でコンビニでも夜勤ですね。ナイトシフト。10pm から 6am。この8 hours。けど1 hour ブレイク、1時間休憩があるので、7時間ですね。7時間。1週間で4回働いてましたね。この時は、すごいハードスケジュールだったよ。すごいハードスケジュール。だから、夜10時から6時まで、朝6時まで働いて、1時間、家でゆっくりして朝ごはん食べて、で、学校行って、学校が4時に終わって、家に帰って、で、晩ご飯食べて、ちょっと寝て、また仕事して、みたいな。そんなスケジュールを、アルバイト1週間4回やってましたね。はい。けど1週間4回やると、すごいお給料もらえます。時給が、その時1100円なので、1日働いたら7700円もらいました。なので、だいたい1ヶ月で12万円ぐらいもらいました。学校行きながら12万円もらいました。結構これはね、多分大きい方だと思います。学生さんにとっては。はい。結構大変ですけどね。スケジュールは結構大変ですけど、頑張ればできます。はい。コンビニのいいところは、もうね、あんまりね、コミュニケーションの問題とかがないです。そんなに人と話すことがないです。もちろんね、お客さん来たら、いらっしゃいませ、ピッピッピッ、300円です。ありがとうございましたってやんないといけないよ。これはやんないといけないけど、あんまりスタッフ同士のコミュニケーションは多くないですので、日本語がそんなに話せなくても、コンビニのアルバイトはできると思います。けど夜はちょっと大変かな。力仕事があります。なんかトラックがドーンってきて、いっぱいなんか商品が夜中にパンとかなんか歯ブラシとかジャンプ、漫画とかなんかいっぱい来るんで、それをなんかトラックから出して、もうわーって詰めないといけないので、商品並べないといけないので、そこはね、ちょっと女性はもしかしたら大変かもしれないですね。男性の方が向いてるかもしれないです。夜はね。けど、お昼とか夕方とかいいかもしれないですね。学校終わった時とか。はい。これはおすすめです。本当にコンビニは、おすすめ。おすすめ。学生期間で簡単にできる仕事としては、もう最初にやるのが一番いいと思います。居酒屋一番最初は結構大変でした。はい。もうすぐ2日で辞めてるしね。全然ダメだったんで。けどコンビニだったらね、すごく簡単にできるので、続けられると思います。はい。次が工場のお仕事です。工場、ファクトリーですね。工場で、なんかコンベヤーで、なんか商品がガーって流れてくるんですね。この商品を段ボールにパッキングする仕事です。もうただただパッキング。もうこれだけ。これはもう誰でもできます。日本語全く必要ないです。はい。その代わり、お給料が良くないです。確か850円とかかな ?850 円、900円。900円いかなかったと思います。はい。すごい安いお仕事でした。けど、1週間だけとか、2週間だけみたいな、すごい短い期間でのお仕事もできるので、なんか休みの日だけちょっとお金が必要みたいな時には、この工場のアルバイトおすすめです。で、その次に始めたのが、バーのお仕事です。バー。アメリカンバーで僕は実は3年ぐらい働いてました。日本にあるアメリカンバーです。これね、働いた理由としては、僕、当時英語がほとんどできなかったんです。英語が全然できなくて、けど英語話せるようになりたいと思ってね、ちょっと英語の勉強のためにそのバーで働こうと思って電話して。そしたら、もう今日から働いてくださいって言われてね、急に、もう初日だよ、電話して、ちょっと働きたいんですけどってお願いして、で、面接すぐ行って、で、その日に働いたからね。すごいでしょ。で、それで OK になって、でも1週間、4回ぐらい働いてましたかね。夕方の5時から夜中の2時ぐらいまで働いてました。はい。ここはね、時給は正直ね、
全然良くなかったです。けどここはもう3年やりました。すごくハッピーでした。はい。お金は良くないんですけど、お客さんがみんなじゃないな。ごめんなさい。半分ぐらい外国人で、英語を使う機会がたくさんありましたので、英語の勉強にもなりましたし、すごいね、上司、アルバイトの先輩の人も、すごい優しい人で、なんかいろいろ勉強になりました。はい。お酒の作り方とか、もう人生についてとか、なんかいろいろ話したりとかね、して面白かったですし、お客さんもね、みんななんか変わったお客さんが多くて、なんかビジネスオーナーのお客さんとか、もうすごい多くてね、なんかね、いろんな大人の話が聞けて、当時学生の僕からしたらすごい面白い話いっぱい聞けて、これはね、すごいためになったアルバイトです。うん。コンビニはね、ためには全くならないです。全くならない。Just sell your time and get $10 every hour。これがコンビニのお仕事ですけど、バーのお仕事は、お金はあんまり良くないですけど、すっごいいろんな情報をお客さんとか、まあ先輩からもらえて、お酒の知識もね、すごい深まって、いいアルバイトでした。はい。ここは3年やりましたね。だから、そうですね、メリット、外国人の皆さんのにとってのメリットとしては、お客さんと話す機会が多いです。バーはね。たまたま僕はアメリカンバーでしたけど、普通のジャパニーズスタイルバーだったら、多分カウンターで、シェイカー、ってやる人だったら、お客さんと話すこともすごい多いと思いますし、まあ、なんか結構ね、自由なんです。あんまりルールとかもないし、お酒もちょっとその時は飲みながら、アルバイトできたので、ここはすごいおすすめです。はい。バーは結構おすすめかな。はい。で、バーのバイトが終わった後はもう僕大学も卒業したので、テレビのね、会社に就職して、テレビ番組をね、2年ぐらい作ってました。で、その後にオーストラリアに行って、オーストラリアでね、アルバイトしました。で、このオーストラリアのアルバイトの話は、ちょっとね、日本じゃないので、ペチュアの方でね、ちょっと話すんで、よかったら、見てみてください。はい。以上がね、僕がやってきたアルバイトです。全部じゃないですけど、いくつかね、ピックアップして紹介しましたけど、どうでしたか？もし今回の動画が少しでも良かったと思ったら、いいねと、サブスクライブお願いします。パトレオンとね、インスタグラム、ツイッターもやってるので、ぜひぜひ登録お願いします。じゃあ、見てくれてありがとうございました。バイバイ。